スカウトされてデビューした VTuber 講師ディスコテメテオです。第6弾はですね、ファンをどうやって増やすかっていう内容です。 VTuber に限らずインフルエンサーとして活動しているインスタグラマーさんとかストリーマーさんとか YouTuber さんをはじめとする方々はファンとか自分の活動を応援してくれる人たちを増やしたいと思ってると思います。てかそうじゃないと活動しなくない？なので今回はそれをどうやって実現していくかって話です。大まかに言うとこの3つについて話していきます。1、ファンになってもらう前に大事なこと。2、ファンになってもらうためには。3、ファンを増やし続けるには。この3つですね。たまに見かけるなんか怪しい Twitter に無差別でいいねしろ、フォローしてフォローバックで数を稼げ、投稿に片っ端からコメントしろみたいな怪しいことは言わないので安心して最後まで見てください。で今回は毎週土曜日18時にアップしてるこの VTuber 講師シリーズの過去作見てない人はおそらく今止めてそっち見てきてから見た方がいいと思います。ぶっちゃけ丸2の炎上対策はまあ後でもいいや。この動画見てから過去の動画見てもいいんですけど、1、目的と手段。3、チャンネル登録者と収益はイコールじゃない。4、コンテンツ特化のメリット。5、ブランディング。この4つ見てないと内容がいまいち理解できなかったり、これどういうことみたいになったりとかするので、根本のめっちゃ大事な部分を過去の動画で話してるんですよ。 VTuber 講師動画はそういうのを考えて順番作ってたりとかもするので、今すぐチャンネル登録、グッドボタン、そしてできれば Twitter のフォローまでしてご視聴ください。質問とか感想とかは動画のコメントで気軽に書き込んでいてください。丸1、ファンになってもらう前の話。2020年時点で全世界の YouTube ユーザーがすでに20億人を突破したって言われてんだって。そのうち YouTube に何らかのデータをアップしてる人たちが 10% ぐらい、約1割はいるんだってよ。つまり2億チャンネルぐらいある中から自分のチャンネルを見つけてファンになってもらいたいって活動してるわけよ。ってことはまずはチャンネルを見つけてもらわなきゃ話にならんのね。今挙げた数字は YouTube に限った話なんだけど、発信側の人たちの多くはこの見つけてもらうことが一番根本に来るんですよ。図使って説明しますね。この図何かというと、ファンになってもらうまでのステップを図にしてるんですよ。ファンになってくれた人たちで、その人大体好きになる前に多分チャンネル登録してるでしょ。でなんとなくこいつがどんなやつか知っとるぞって層がいて、その人に名前知ってる。その前になんとなく見たことある。このステップでファンになってるのよ。見たことあるだけでチャンネル登録しないじゃん。見たことあるだけでファンになるってのはありえないのよ。だからこういうステップを踏んでるんだよね。これ見ると見たことあるっていうのが認知度、知名度とかっていうところだと思うんだけど、ここから人気度、ファンの数って実はかなりかけ離れてて、知名度イコール人気度じゃないってことがよくわかると思う。で本題よ。ファンを増やしたいってことはこの図で言うと一番上を増やしたいってことだよね。そしたら方法は2つしかなくて、この一番下の知られてる母数を増やす。このグラフの一番下を横幅広くすればおのずとファンを増える確率が上がるよね。もう1個はこの階段のステップのこの横幅、わかるかな？この横幅を狭くする。つまり次のステップに行く率を上げるっていうことだね。めっちゃ例えばの話、メテオだとチャンネル登録今1万人なので5倍の5万人ぐらいの人になんかこいつ見たことあるぞって思われてるとしましょう。そうなった時にディスコテメテオっていう名前はインパクトあるんで、1回聞いたら大体知ってくれてるかなと。4万人ぐらい名前知ってるとしましょう。そこからどんなことやってるかまあまあ知ってる人たちが半分の2万人ぐらいとして、その中で1万人チャンネル登録してくれてるって思ったら、例えばパンって呼べる人が1000人ぐらいだとしましょう。この割合でファンになってくれるとしたら、知られてから50分の1でファンになってくれるわけじゃん。結構高確率だと思うんだけど、50分の1でファンになってくれるってことは、この5万人を2倍の10万人にしたらおそらくファンも2倍になってくるよねと。もしくは今の5万人で名前を知った人がチャンネル登録してくれる率を上げるとかっていう施策をすればファンは少しは増えそうだよね。母数を増やすか率を上げるかっていう2つの方法しかないんだよ。上の数字が下の数字を抜くってことないのよ。逆三角形みたいになることってないのね。これっていくらね知ってくれた人が名前を知ってくれる率とかチャンネル登録してくれる率、このパーセンテージを上げたとしても土台の部分が少ないと上にたどり着くまでに自利品になりそうじゃない？普段の生活だと例えば100人と知り合いになったとしたら苦手な人もいればさ興味がない人もおるわけよ。でたまにめっちゃ気の合う人がいる。ここがこの図でいうファンみたいなところなので、そんぐらいの確率でファンになってくれる人と出会えると思って OK かも。注意事項として知ってくれた人全員に好かれたいですとかって思ってる人もいると思うんですけど、これはマジで絶対に無理なので、
早々に諦めた方がいいです。なのでまずファンを増やしたいなら知ってもらうってことに命かけるぐらいの感じでいきましょう。でね、知ってもらうってことを考えた時にさっきも出した過去の動画の内容がめちゃくちゃ生きてくるんすわ。この場合は特に4のコンテンツ特化と5のブランディングの内容、他にも YouTube 広告とかを効果的に使っている方もいます。この辺は自分自身で考えてその投資ができるならおすすめの方法です。分かりやすいように知ってもらうために効果的な方法の例を5つ教えちゃいます。1、コンテンツ特化して YouTube でおすすめとかに乗りやすくする。2、ブランディングでターゲットにダイレクトアプローチ。3、YouTube の広告を運用する。4、Twitter を伸ばして知ってもらう。5、箱、コラボ、企業案件やイベントなどを通じて認知度を上げる。1と2は何度も言ってるんですけど、過去動画を見てください。3はそのままだね。4と5は私が今一番力を入れてるところですね。今後の動画でそれぞれ別に解説する予定なので、ここで分割愛します。他にも知ってもらう方法はいろいろあると思うので、自分が一番知ってもらえる方法を探してみてほしい。ちょっと話はそれるかもなんだけど、私の YouTube チャンネルのコミュニティで毎日アンケートを取ってるのね。その中でこんなアンケートを取りました。あなたが推しと出会ったきっかけを覚えていますか？こちら1ヶ月ぐらい前のやつで650件ぐらい投票があるんだけど、回答の比率はディスコテーメテオというバーチャル YouTuber のチャンネルで取ったアンケートっていう部分の考慮は必要だと思うんだけど、それでもだいぶ参考になるんじゃないかな。はい、ここまでで知ってもらうことが大事って分かったと思うし、実際知ってもらうためになんとなくやるべきことは分かったと思う。で、次、知ってもらった後のファンになってもらうためにって話。さっき出したこの図のチャンネル登録以上に持っていくためにって話で、こんなアンケート結果もあるからちょっと見てほしい。 YouTube でいくつチャンネル登録してるってやつ700票以上投票してくださってるんだけど、なんと約 56% がチャンネル登録100件してないんですよ。コメントで教えてくれた人たちの中には1桁とか10件以下って人も結構多くて、思ったよりもチャンネル登録のハードルが高いんじゃないかな。5年ぐらい前かなはさ、チャンネル登録は気軽にポチポチしてたと思うんだよ。でも最近はもうチャンネル登録いっぱいしすぎて整理できんし全部見れないから、よっぽどじゃないとチャンネル登録新しくしないってことない？だからさ、よっぽどチャンネル登録する理由がないとしないんだよ。なのでさっきの図の知ってもらうからチャンネル登録までのハードルがちょっと高いってところはまず知っておいてほしい。次はチャンネル登録してくれた後にどんな部分が刺さってファンになってくんだろうっていうアンケート結果もあるので、こちらをご覧ください。今推してる VTuber のどこが好きって内容、これも700票以上入ってるんだけど、なんと約 45% の人たちが VTuber さんっていうジャンルにおいても中身とか考え方が一番惹かれてファンになってる人が多いんだって。声はどうしようもないし、見た目はさね、癖の問題ですから。あと活動とかコンテンツってあれ前回と前々回の内容ですね、メテオ先生ってなったでしょ。そうなんですよ、ここでも出てくるんですよ。第4弾コンテンツ特化と第5弾のブランディングだから過去動画を見てからこの動画を見てほしいって言ってきたんですよ。この2つがファン獲得にもたらす利益は、この図の一番下、知ってもらいやすくなるっていう点と、もう1点、やってることが分かりやすいから好きになりやすいんですよ。アモアス見るの好きだからアモアスやってる人ならチャンネル登録しようって、アモアス動画いっぱいあったらするでしょ、なるでしょ。だからチャンネル登録のハードルが下がって、チャンネル登録するとおすすめに上がってきやすくなるので、その後ちょこちょこ動画見てるうちに好きになっちゃったみたいな流れが作りやすいんだよね。だからマジでコンテンツ特化とブランディングは大事です。3、ファンを増やし続けるためには、さっきもちょっと話したんだけど、自分のことを知ってくれた人全員が自分のことを好きになってくれるっていうのはありえないんですよ。さらにこれはちょっとここだけの内緒話なんだけど、いわゆるインディーズ好きみたいな、流行ってない人を応援したりとか、新人距離が近いのが好き、視聴者が少ない人が好きみたいな人たちが一定の割合でいるんですよ。こういう人たちは伸び始めると離れちゃったりするんですね。で、そうじゃない何かの理由で離れていく人たちももちろんいます。で、ぶっちゃけ離れていく人たちはあんまり気にしない方がいいです。まあもちろんね、ここを少なくするように努力するのも大事なんだけど、それよりも新しいファンと出会うことに力を注いだ方が健全だと思う。ただ今応援してくれてる人とか今いるファンはマジで大事にしてください。これは炎上対策動画でも言ったけどマジ大事だから。でよ、ファンを増やし続けるためにはこれ一番大事なのは続けることなんよ。とはいえこれだけだと分かりにくいのでざっくり5つに分けて説明します。1、
1、いつ何をするかを分かりやすくする。例えば毎晩22時に配信しますとか、メテオで言うと毎週土曜日18時に VTuber 講師動画を出しますとか、あとはスケジュール表を分かりやすく出すとかがね。2つ目、発信するときは可能な限りポジティブに発信する。Twitter とか YouTube とかね、ネガティブ出しちゃダメとは言わないけど、出すときは発信の方法を考えて繊細にした方がいいと思う。3つ目、自分が楽しむ。これメテオも楽しくなかった時マジ伸びなかったんだけど、楽しくなさそうに活動してるのは取り繕っててもぶっちゃけファンにバレてます。4つ目、飽きさせないコンテンツ作りをしましょう。たまにお祭りしてみたり、いつもと違う雰囲気でやってみたり。5つ目、ファンと目標を共有する。これ何でもいいんだけどさ、お祝い事って楽しいしさ、例えば応援してる人が地上波テレビに出るとか、雑誌に載ったとか、有名な人が取り上げてくれたって嬉しいじゃん。だから目標を共有して、それを達成するのをファンと一緒に共有すると、ぶっちゃけファンが定着します。内緒だよー。この5個を総称して続けることです。一個一個は意識すればできそうなことじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。このあたりを意識して知ってもらう数を増やして、ファンをぜひ増やしてってみてほしいな。ということで今回のまとめ。1、まずは知ってもらわなきゃ話にならないぞ。2、チャンネル登録のハードルは上がってます。特化とブランディング大事だね。3、続けることが一番大事。ファンと一緒に活動を楽しみましょう。なんかまとめるとチープじゃない？ただ本編はマジ超大事なこと言ってるんで、流れ早くてついていけなかったって人はちょっと巻き戻して止めながら理解してみてほしいかな。質問とか感想がある方はぜひコメントに残していってください。そんじゃあ今回は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコデメデオでした。